どうも、ジャズピアニストの長吉俊夫です。今日から3日間はアウトフレーズの分析をしてみようと思います。初心者の方はアウトフレーズというと自分には関係ない、全く何をやっているかわからないというようなイメージを持たれている方もいるかもしれません。実際使うかどうかはさておきとして、どういうようなアイデアでアウトが行われているかというのを知っておくことは楽しいんじゃないかと思います。今日はリー・モーガンのキャンディーの分析を行います。中心軸システム、マルチトニックシステムという概念についてじっくり説明できたらと思います。このチャンネルではジャズピアニストである私が音大で学んだジャズ理論、音楽理論、実際の演奏から得た知識など超有料級の情報を惜しみなくお伝えしていきます。このシリーズの動画を繰り返し見ることで音大並みの知識が得られます。そうしてジャズを楽しめる人をもっともっと増やしていきたいです。Zoom を使用したオンラインレッスン、提出型の通信レッスン、ジャズ独学ウェブサービス、ジャズステップスなど生徒さん募集しておりますので、初心者の方もお気軽にお申し込みください。では行ってみよう。はい。というわけで分析をしてみましょう。最初の8小節間のここが、これは一体何なんだと、聞く人によってはものすごく外れてるように聞こえますよね。ソロのド頭から。これは一体何が起こっているんだということを、あと2つの角度で分析してみたいと思います。まずここでこの雰囲気が怪しいところで使われている音をピックアップしてみます。この3つの音になりました。で、これらが、今キー B フラットなので B フラットから見て何度になるかというのを考えてみます。フラットサード、フラットフィフス、フラットセブンスの音になりました。B フラットメジャーから比べると3番目がフラットし、5番目がフラットし、7番目がフラットした音です。それぞれのコードで分析してもだいたい合わないですので、それぞれのコードで分析することはしません。フラット3、フラット5、フラット7。これは、知っている方だったら、ブルーノートスケールだというふうに思うかもしれません。これが B フラットのブルーノートスケール。B フラットのブルースでよく使われるようなスケールですね。ただ、このフラット5の音は、基本的には隣に進むような感じで使われることがほとんどだと思います。というように、この音はだいたい隣の音に対する経過音として使われます。ただ一応これをブルーノートスケールというふうに解釈してあげることもできるでしょう。あとは B フラットセブンスが鳴っている。これ一発、このコード進行をこれだけで考えるとすると、
こういう和音が鳴ってると考えてもいいです。テンションシャープナインス、テンションシャープイレブンス、そしてコードトーンであるフラットセブンス。これもブルーノートスケールとの解釈とほとんど同じでいいでしょう。これが、B フラット、あくまでもキーは変わってないよね、 B フラットではあるよねという形で解釈した場合です。2つ目の解釈は D フラットマイナーあるいは、E メジャーで解釈しているという考え方です。この3つの音を見たときにこれD フラットのマイナートライアドだというふうに思った方もいらっしゃると思います。でもなんでここで D フラットマイナーが出てきたんだというふうに思われると思うので、それも解釈してみようと思います。これは、バルトークの作曲技法とされる、中心軸システムを使って、解釈してみたいと思います。この中心軸システムというのはハンガリーのバルトーク研究家エルネー・レンドワイ氏がバルトークを研究した結果、中心軸システムを使って作曲していたというふうに主張しているもので、バルトーク本人が私はこれを使ってますよと言ったわけでは、ないらしいです。これきれいに書けませんでしたけど、5度鍵サークル・オブ・フィフスです。は、調の関係だったり、コードの機能、トニック、サブドミナント、ドミナントを表すのに、役立つものですが、キー C ので考えた場合、C はトニックの和音、F は4度はサブドミナントの和音、G はドミナントの和音になりますが、これをまずちょうど対角線上にあるコードは同じ機能を持つという考え方。C というコードと G フラットというコードはそれぞれ同じ機能、同じトニックの機能。F というコードと B というコードはそれぞれ同じ機能、サブドミナントの機能です。そして G というコードと D フラットというコードはそれぞれドミナントの機能。キー C における C、F、G という関係が、それがちょうどトライトーン離れた G フラット、もしくはイメード音でいうと F シャープ、どちらも C、F シャープ、どちらもトニックというコードの機能を持ち、これらは曲の中で入れ替えたり、していいよねというふうに使っていきます。例えば451というようなキー C の進行がありましたと。これは G フラット目線で見たときには C フラット、D フラット、G フラットですが、これがこれをどう入れ替えても
いいですよと。という同じ機能を持っているところはコードが大体可能だと。かっこいいかとかうまくいくかとかそういう話ではないです。そしてこの今は対角線でしたが90度離れているところも同じ機能を持つとされます。C の90度離れているところは E フラットと A になりました。E フラットと A のキーにもいけることがわかります。サブドミナントの和音も同じように90度離れているところもサブドミナントの和音を持ち、ドミナントも同じく90度直角になっているところはドミナントの和音を持ちます。これジャズでは、マルチトニックシステムというシステムに応用されて、今回の場合はフォートニックシステムというシステムになりました。トニック群は C、E フラット、G フラットもしくは F シャープ、A をルートに持つメジャーコードです。オクターブを4等分してるんですね。単3度離れていることに注目してください。サブドミナント群はキー C の場合は F、E フラットの場合は A フラット、F シャープの場合は B、A の場合は D。これをルートに持つメジャーコードがサブドミナントの機能を持っています。そしてドミナントは G、キー C の場合は G、キー E フラットの場合は B フラット、F シャープの場合は C シャープ、A の場合は E の音をルートに持つドミナントセブンスがドミナントの機能を持っているとされます。ざっくり言うとコードを単3度ひっくり返してもいいよねというふうに考えてしまってもいいです。251のところでこういうふうにリハーモナイズして解釈してもいいよねということです。こういうコード進行の時にこう解釈してこういうコード上で難しいな。伴奏はレソードが鳴ってるけどコードのフレージングはこういう解釈でアドリブを取る。251を一瞬 A メジャーキーに行って一瞬 G フラットキーに行って E フラットキーに行ってっていう風な451だけにとどまらずコードを単3度下げたり上げたり、さらにはトライトーン離れたところまで行っていいですよというのがざっくり中心軸システム。そしてこれを使わなくてもそれぞれのキーの関係、単3度のキーの関係というのは平行調と同主調というのを考えても作れます。C の平行調は A マイナーです。A マイナーの同主調は A です。A の同主調は F シャープマイナーです。F シャープマイナーの同主調は F シャープです。これは
G フラットで考えてもいいです。ちょっと G フラットで考えましょう。G フラットの平行調は E フラットマイナーです。E フラットマイナーの同主調は E フラットメジャーです。E フラットメジャーの平行調は C マイナーです。C マイナーの同主調は C メジャーです。というふうに考えても、今一周したんですが、C、A、F シャープ、E フラット、この4つの主音が出てきました。同主調と平行調というのを使っても考えることができるので、こちらの方が楽だなという人は、対角線だとか90度だとかいうのは忘れてしまってもいいです。B フラットで考えてみましょう。じゃあ B フラットで考えた時に、その4つのキー B フラットと関わりのある4つのキーというのは一体何になるのかというのを考えた結果、単3度ずつ上がるので B フラット、D フラット、E、G の4つのキーが登場することが分かりました。このフレーズ、このフレーズは D フラットマイナーのフレーズっぽいですが、D フラットマイナーというのは、一応単調目線でも考えたときに、この E メジャー、B フラット元のキーからちょうど対角線、増余度離れた E メジャーで考えたときに、この音が出てきそうなことが分かりました。で、このメロディーをじゃあ C シャープマイナーキーもしくは A メジャーキーで考えてみたいと思います。見て伴奏をつけてみようと思います。じゃあまるまる E メジャーキーで考えてみましょうか。ちょっとコード進行を弾いてみますね。ここまでが E メジャーで考えた場合、実際に流れている伴奏を弾くと、こんな感じですね。で、じゃあ E メジャーで考えて E メジャーの伴奏を鳴らしてみると、こんな感じになりました。これならこの B フラットメジャーで感じる強烈なアウト感っていうのはなくなりますよね。コードにぶつかるというか、そういうところも一瞬あるんですが、こういうところも、大きく E メジャー一発で取ってると考えるとこうかな。もっとやるなら、C シャープマイナーで考えてやると、これしか鳴ってないので実際ほんともっと
サウンドするでしょうね。コード進行適当に作りますけど、こんな感じという感じでした。この中心軸システムの本が出版されたのが1955年。そしてこのキャンディのレコーディングが1958年なので、もしかしたら、リ・モーガンがその理論を勉強していたかもしれません。ただ先ほども申し上げた通り、この中心軸システムを使わなくても同子調と平行調という概念を使えば、B フラットのキーから E のキーもしくは C シャープのキーにたどり着くことは可能ですので、もしかしたらこのアイデアを使っていたかもしれません。皆さんはどっちだと思いますか？よろしければコメント欄でこっちだと思うというのを教えてください。じゃあ続きは、ここからは平和な、至って平和ないつも通りの分析を、ビバップな分析をやっていこうと思います。いきましょうか。この前半の話をやりたかったので、サクサクっとやっていきましょう。サードに対してスケールの上からアプローチ、そして下からアプローチ。下上で囲む場合には、上はスケール、下は上の単三度下を使います。ラドソファー。これは f マイナーセブンスで考えた時の3521、1235のシェイプです。ドレミソシェイプ。そしてシシラ B フラットセブンスで考えた時のルートとセブンス。ビバップスケールですね。コードトーンが表拍に来るためにルートとセブンスの間に半音が入る。これがビバップスケールでした。ビバップスケールも細かく説明していますので、よろしければそちらの動画も合わせてご覧ください。ですね。これは E フラット6と考えれば、すべての和音がコードトーンであることがわかります。これは B フラットにとって4度のコードですが、E フラット6、2度マイナーセブンスと全く展開形が同じです。なので、このフレーズを2度マイナーセブンで捉えているというふうに考えてもいいです。ドマイナーセブンス。コードトーンに対して半音下からアプローチ。
スケールの上からアプローチ。コードトーン、コードトーンに対して2音でアプローチ。上はスケール、下は半音。175ニョ5ニョサード。これサード G7 でアプローチしてますね。で、実際これディミニッシュ7って元のコード書いてありますけど、このテイクを聞く限り、バンドはそのように演奏しているように聞こえます。ルート7、5ニョ5ニョサードという解決方法は、一生使えるフレージングという動画で詳しく解説したので、ちょっと省きます。1、7、2音を浮かしてサードに着地。サード、フィフス、サードを半音でつないでいます。この半音は G のビバップスケールではないのですが、もしビバップスケールでこの2つの半音をアプローチしたい場合には、これは何で解釈してるよねというのが考えられる方もしいらっしゃいましたら、コメント欄で書いてみてください。サードからスケールを下がっていくパターン。このパターンは4度進行の時にサードからサードに行けるのでとても大事です。これフライミートゥーザムーンとかでも32173 32173 32173 32173 3文字が間違ってる。3217 32173というパターンは必修ですね。ここでメジャーセブンスの音が使われています。普通の3579のアルペジオだったら C はこの音のはずなので、それはじゃあ C マイナーメジャーセブンスなのかなというふうに考えてあげてもいいですし、ただこれは下上で囲んでいるとも考えてあげます。下上で囲む場合は、上はスケール、下は上の単3度下というふうに扱うと、単3度で囲むとなると、コードに関係ない音がここで出てくるのも違和感はないです。あえてそれを C マイナーメジャー7と解釈してあげなくてもいいですよ。5、7、3に対するスケールの上。このシャープ9フラット9というこれはめっちゃ大事なパターンだったんですよね。これがちょっとトリル的に上に行ったと考えてあげるのがいいでしょう。ファラシミレファからレへの3度下降が起きている。ルートに対する半音下からのアプローチ。サードに対するスケールの上からのアプローチ。コードトーン、コードトーン、コードトーン。上、下、2音で下から上から囲んでいます。上はスケール、下は上の単3度下。この先もやっていきましょう。5から3
3度下降。5、4、5行5行3という2音迂回のパターンです。3、5、7、シャープ9、フラット9。シャープ9、フラット9はドミナントのところでぜひ覚えてください。そしてこれはビバップスケールが使われています。レドシラソソファ。これがビバップスケール特有のルートとセブンスの間のクロマチック半音です。こうすればクロマチックを入れれば表拍にレシソファレシ G7 のコードトーンが表拍に来るんですよね。3579っていうパターン多かったですけど、なんか357シャープ9フラット9っていうパターンリモが多いですね。3回目かな、ソミという3度下降が起きています。上はスケール、下は半音という上下の2音アプローチ。シーソーはセブンスフィフスでいいかな。3579のアルペジオ出ましたね。このパターン、これチャーリー・パーカーのドナリーでもいつ出てきたかな。こういう形で出てきましたね。このフレーズ何だったかというと、鳴ってるコードは C7 ですが G マイナーで考えてサードに対する上下のアプローチ。この下ですね。OK。これはラシラソファラソファなので一応 F7 スをラソファ考えてはいますが、ここで c マイナーセブンスの3579のアルペジオになります。そしてここ f マイナー7 B フラットセブンスは全然考えられていません。ここはこの f マイナー B フラット7っていうのはこのヨドに対する2-5なんですが、これはもうただのドミナントと考えて、そしてそれがドミナントマイナーへのリハーモナイズが起きています。これは4度マイナーの展開コードトーンですね。これナインスに着地していますが、E フラットのナインスというよりかは、とにかくキーの5度に着地したというのがいいでしょうか。こういうパターンですね。
シソ、これは E フラットメジャーセブンス。ただこの1拍目にソの音があってしまうとコードはこれが鳴ってるのでぶつかっちゃうんですね。なんでコードが1拍伸びてるというふうに解釈して2拍目から E フラットマイナーセブンス。これは上とコードトーンっていう解釈でもいいんですが、6音6マイナーセブンとって6度を抜かした時の6音スケールの解釈でやってみようと思います。なので A ペア B ペア C ペア。ラファソラファレ。これは d マイナーペンタというふうに考えることもできます。F メジャーペンタでもいいかな。これマイナーセブンにとって同じルートのマイナーペンタが使えるっていうのは当然なんですが、 F メジャーペンタ、キーの5度のペンタっていうのはコードの機能がトニックの時にもコードの機能がドミナントの時にもこのキーの5度ペンタっていうのは結構使えます。この辺もし、ジャズピアノブックもしくはジャズセオリーをお持ちの方は、ペンタトニックスケールの章を参照してみてください。ここも G7 はこのフレーズ丸々さっき出てきた気がしますが、357シャープ9フラット9ルートセブンス。このパターンもとても大事な2拍のパターンです。これはまさしく、6抜きのドレミファソシと考えることができるでしょう。ミソミ、これはコードトーンコードトーンコードトーンですね。レシドレ、まだ C マイナーが続いていると考えればまた A ペアが出てきたとしてルートに対して上と下でアプローチしていると。このフレーズ好きですね。これは E フラットマイナーのアルペジオ、つまりサブドミナントマイナーへのリハモが行われています。下から解決、上下で挟んでコードトーンに解決という感じで分析が終了しました。今回この結構駆け足でやりましたので、わからないところがあったら他の動画、アプローチノート、ビバップスケールなど繰り返し見てみてください。特にこの前半の、フォートニックシステム、中心軸システムというのも、面白いアイデアだったと思いますので、実際にこれが、この解釈でやってるとかそういうふうに主張したいわけではないんです。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。